おはようございます。現在の時刻は朝9時3分で、車内の気温は21度ぐらいです。昨晩はね、めちゃめちゃ気持ちよくぐっすり眠ることができました。さすがこの時期ですね。ただね、明け方にね、カラスを脅すための空気砲みたいなのがあるんですけども、かなりドーンドーンって5分とか10分おきになって、ちょっとうるさかったです。ですんでね、中途半端に目が覚めて、二度寝してたらこんな時間になりました。で、今朝の天気はね、晴れというよりかは曇りですね。多分ね、日中、そのうち晴れるんじゃないかと思います。で、バッテリーの残量は2メモリですね。これを、とりあえずさっさと差し付けましょう。こんだけ曇ってるのにね、30ワットぐらいで充電してくれてます。さすがは300ワットのパネルですね。でね、お腹も空いてきたんで、ご飯を作ろうかなというふうに思うんですけども、今日はね、これですね。昨日の残りのお鍋があるんですよね。で、僕はね、この分をお粥にして炊こうと思ってたんで、昨日はね、炊飯器で調理してました。で、量も測ったんですけども、だいたいね、1.5 合ぐらいのところなんで、お米を 50cc のお米に 500cc のお水ぐらいでちょうどいいのができます。で、これをじゃーっともうこれそのまま入れて、あとね、味付けに鍋キューブですね。これをね、もう1個入れるだけで OK です。で、これで、あとはね、お粥モードで炊けばいいんですけども、お粥ってね、炊き上がるまでに1時間ぐらいかかるんですよね。で、その時間がね、ちょっと結構もったいないんで、今回はね、朝ごはんは、景色のいい場所で食べたいんで、よいしょ、ここですね。運転席のこのスペースに炊飯器が置けるようにできるんで、ここに置いて、AC200MAX で、お粥を炊きたいと思います。お粥。炊飯開始で、ご飯を食べる場所なんですけども、僕は今ね、こちらの亀ヶ池温泉さんの方にいるんですよね。でね、ここからね、一番その景色がいい場所っていうのは、やっぱしね、こちらの場所だと思うんで、四国最西端の佐多岬に行ってね、お粥をね、いただきたいというふうに思います。はい。ということで、ちょっといろいろごそごそ準備します。よし。ということでね、行きましょう。亀の池温泉さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。ちなみにね、こちらの温泉は、今ね、多分期間限定だと思うんですけども、1回500円で入湯可能で、車中泊は無料で、トイレもね、歩いたすぐ近くに、すごい綺麗な水洗トイレもあったんで、皆さんね、落雷で火災に遭うというね、すごい大変な思いをされた温泉さんでもありますんで、皆さんよかったらね、ぜひご利用されてみてください。すごくね、気持ちのいいお風呂でした。はい、走行中ですけどもね、今、お粥が炊き上がりました。でもね、あとね、目的地までは30分ぐらいかかるそうです。ちょっとね、もたもたして出発が遅くなりました。はい、地元のスーパーのフーズニコニコさんがあったんでね、ちょっとこちらによってね、飲み物をね、ちょっと買っていきたいと思います。ちょっとね、パッといて買い物していきたいと思います。はい、ということでちょっと買い物してきました。こんな感じでね、買ってきました。ダイエット中なんでね、お菓子は2個だけにしました。で、これがね、ちょっとすごく珍しくてから、個包装のちっちゃい薄焼きが入ってから6パックもあるんでね、2日は持ちそうなんで、こちらをね、食べ、またね、先を急ぎたいと思います。ちなみに全部で503円でした。うん、美味しいです。よし、ということでね、行きましょう。途中も道中はね、全然家も何もなかったのにから、この辺は栄えてますね。はい、東大はね、15キロ先です。行ってもいいかな、ダメなんかな。これ通行止めです。あ、時間で通れる通れないがあるんです。そうなんです。ああいう感じで買い取るんで。この先工事してるみたいでから、通行止めになる時間帯があるみたいなんですよね。ですので、今ね、11時5分ぐらいなんで、通行可能ですけども、この時間帯がね、通行止めになるらしいんで、わかりました。ちょっとね、急ぎましょう。OK です。行きましょう。今回ね、これでもちょっと結構ギリギリなところが多いですね。実はね、昨日の亀の井温泉さんも、今日がお休みなんですよね。で、ここもね、あと5分とかずらしたら通行止めで入れなかったっていう格好なんで、なかなかちょっと今回の旅は激アツです。はい、ということでね、佐多岬灯台到着です。おー、すごい。こういう場所だったんですね。僕実はね、ここで車中泊しようかなと思ったことがあったんですけども、めちゃめちゃ駐車場傾斜してます。おー、これはちょっと、車中泊するには向かない場所ですね。
OK 到着です。はい、ということでね、佐多岬灯台に到着ですね。僕はね、この駐車場で車を止めてから海を眺めながらおかゆでもと思ったんですけども、佐多岬灯台はもっとね、西の方まで歩いていくことができて、確かね、この辺まで行けるはずなんで、もうね、思い切って歩いて行ってから、そちらでね、おかゆの方をね、いただきたいというふうに思います。はい。だから、おかゆを持って歩いていくという作戦ですね。とりあえずね、勝手に蓋が開いちゃ困るんで、テープで留めましょう。はい、これですね。よいしょ。こんな感じで留めときます。よし。これで OK ですね。はい。完璧なね、弁当箱できました。で、手に持って歩くの大変なんで、これでね、ちょっとおかゆのね、運び屋になりましょう。よし。で、ちなみにね、ここね、最西端で車が全く来ないところなのにから、お手洗いもあるというね、すごいいい場所です。ただし、駐車場はもう超傾斜してます。現在地がここで、駐車場ここで、これをね、こうやって歩いて、一番ね、端っこまで行って、さらに端っこまで行けるみたいなんでね、時間あるんで行ってみましょう。ちなみにね、片道全長 1.8 キロぐらいあるらしいです。ですのでね、まあ、多分ね、往復1時間ぐらいで行けるんじゃないかと思います。行きましょう。すごいのがね、この辺全部、コンクリ包装してくれてるんでね、めちゃめちゃ歩きやすいです。すごいですね、要所要所にね、こんな感じで、空き缶ここに捨ててもいいですよっていうね、場所が用意されてます。だから、ここに捨てることによって、山を汚さないようにするっていう配慮ですね。すごい。四国の観光地は、面白いな。おー、海が綺麗っていうか、砂浜が青いです。この辺のね、岩の成分が青いんで、海も青いし、砂浜も青いです。うわ、こんなん初めて見た。すごいな。帰りのことを考えなかったからね、ここは最高ですね。ということで、ちょっと第一チェックポイントが見えてきたんですけども、あそこはね、お手洗いのようです。で、一応ね、道中最後のトイレではあるんですけども、ここまでバキュームカー生えてきてるんかなね、ここから先にトイレはありませんって書いてあるんですけども、ここにトイレがあること自体がね、謎です。はい、傾斜が始まりました。結構な傾斜です。よいしょ、オッケー。はい、椿山展望台というところに来ました。はあそこからやってきました。ぐるーっと山を降りてこう登ってきました。で、目的地は向こうなんでね、向こう行きましょう。で、ここが灯台ですね。で、こっちにトイレもありますね。あ、でも故障につき使用禁止になってる。男子も女子も使用禁止ですね。なるほど。はい、降りてきました。中入れるのかな。あ、行けそうですね。ここがね、もう今使われてなくてから誰もいないんですけども、何かと思ったらね、畜養池って書いてありますね。漁師さんが取ってきた海産物をね、置いとくね、場所だみたいです。伊勢エビ、アワビ、サザエとかを置いてたみたいです。映らんかもしれんけども、小魚がね、たくさんおります。おお、岩が落ちてきてる。なるほど。危ない山なんですね。頭上注意。よし。ということで、到着です。やったーはい。四国最西端、三籠島です。ここ島らしいです。なるほど。向こうが岬で、こっちが島ですね。了解です。ですね、ここですね。この端っこの端っこです。で、現在の時刻はね、12時7分です。結局ね、1時間ぐらいかかりました。わー、ちょっと、相当に時間かかりましたね。やばいやばい。で、よく考えたらね、次、道の開通がオンになるのが、12時半から1時40分までしかね、まだ通行できないんですけども、食べて帰ってたらいい時間になっちゃうんで、もうね、早速ご飯にさせてもらいましょう。はい。ということで、せーの。おー、いい感じです。めちゃめちゃいい匂いします。よーし。ということでね、史上初の四国最西端で食べる炊飯器おかゆ、いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は？美味しいです。最高ですね。昨日取った出汁と具材の美味しさがね、全部凝縮された鍋ですね。ちなみにね、鍋キューブはね、1個でちょうどでした。やっぱし、2個やったら辛かったと思います。僕、薄味なんでね。完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。ということでね、ご飯食べ終わったら12時21分でした。
もうすぐまた通行止めが開通するんですけども、そこがね、1時40分までしか通れないんで、食べて満足したんですけども、歩いてね、車の方に戻りたいと思います。はい、ほんでもね、しっかり食べて元気出ました。炊飯器はね、やっぱり最高ですね。車の中で移動中に調理ができて持ち運べるんで、最高の調理器具じゃないかと思います。ほぼ全部上りです。はい、帰りました。ただいま、今気がついたんですけども、ここに杖があったみたいですね。これがあったら楽だった。ということで、無事帰り着いたらね、1時ちょうどです。よく歩きました。お疲れ様でした。よし、ということでね、いよいよ九州に渡ろうと思うんですけども、九州に渡るにはね、フェリーを利用するんですけども、ここからね、ちょっと戻ったところにあるところが、一番航路の短いフェリー乗り場で、こうですね。こっからここに行くフェリーが一番航路が短いんですけども、14キロほど戻ったところから出てるんで、今からね、こちらのフェリー乗り場の方に行ってみたいと思います。行きましょう。行きましょう、行きましょう。はい、それにしてもね、いい運動になりました。距離はね、2キロほどだったんですけども、すごいね、時間かかりました。で、帰ってる最中に、道端でね、市長さんにお会いしてから、まさかね、あんな道でからね、市長さんにお会いすると思ってなくてから、僕もステッカーをね、お渡しさせてもらおうと思ったんですけども、炊飯器はあったけども、ステッカー持ってなかったんで、次回からはね、どこで市長さんにお会いするかわからないんで、ステッカーもね、必ず持って歩きたいなというふうに思います。はーい。で、この辺なんですけども、どこだろうかな。あ、これかな。あった。フェリー入り口から書いてあるけども、この分って、フェリー口、こちらですね。あ、結構並んでる。OK。よし。じゃあね、車検証持って、チケットね、買いに行きましょう。はい、お願いします。はい、ということでね、チケット購入できました。OK ですね。次の九州行きのフェリーが、2時10分ぐらいに入港するらしいんですけども、30分ぐらい時間があるんで、この辺にね、いろんなお店がちょっとたくさんあるんで、観光がてらね、回ってみたいと思います。なんだかんだ言ってね、バタバタしながらも、結構なんか余裕のある旅ができてていいですね、今日は。しらす食堂。あ、お土産屋さんですね、こちらは。ああ、ここはね、じゃこが人気なんで、じゃこカツとか売られてますね。なんかね、海産物も売られてます。おお、アイスがあるんですけども、なんかね、しらすアイスっていうのがあるらしいです。安納芋とかわさびとかもある。よもぎが好きなんでね、黒豆よもぎのしらすアイスください。はい、ありがとうございます。いただきました。外出て、ね、食べましょう。はい、いいの買えました。黒豆よもぎっていうしらす入りのソフトです。いただきます。おお、美味しい。よもぎが美味しいですね。僕、よもぎ味大好きなんで、いけます。よもぎ蒸しパンみたいな味がする。で、あとね、しらすがしょっぱいのがアクセントに効いていいですね。美味しいです。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、でね、こちらね、じゃこ天じゃこカツ専門店ですね。愛媛名物らしいんで、こちらでね、ちょっと購入させてもらいましょう。じゃこ天とじゃこカツ1枚ずつね、いただきましょう。はい。520円。はい、ゲットできました。美味しそう、熱々です。あとね、お飲み物も買っておきましょう。ゼロコーラ100円ですね。こっちにしましょう。よし。OK。ということで、もうフェリー来てるっぽいんで、車の方でね、待機しておきたいと思います。OK。はい、乗船開始です。よし。ということでね、いよいよ乗船です。さよなら四国です。よいしょ。でね、ここからね、70分間の船旅です。よし。はい、ということでね、四国を離れて、いよいよ九州上陸で、どんな冒険が待ち構えてるのか分かりませんけども、本当にね、ワクワクなんで、倒していきたいと思います。よし、じゃあね、船内で少しゆっくりしましょう。じゃあ、こちらにいただきましょう。手作りです。
はい、ということでね、今ちょっと中でね、PC 作業してたんですけども、実はね、大分県に渡ってからもうまるっきり九州ノープランで、どういう風に回るかっていうのもね、全く今考えてなかったんですよね。でちょっとねバタバタしながら船内で探してましたら、大分県はね関サバ関アジっていうのがすごい有名なんですけども、そちらが食べられる RV パークっていうのがね、フェリー乗り場のすごい近くにあったんで、今電話して確認したら予約が取れたんで、今夜はねこちらの RV パーク関アジ関サバ館さんの方でね車中泊させてもらおうと思います。ということでね、ちょっととりあえず船内でねゆっくりしながらちょっとね調べてみたいと思います。はい、見えてきました。あちらがね大分県です。もうね目の前です。上陸のね準備したいと思います。よーし、はい、九州にね上陸です。やったーすごい久しぶり。はい、7万円の軽でね九州に来ることができました。やりました。もうね四国まではねたくさん走らせてもらったんですけども、九州をね7万円の軽で走れるとは思いませんでした。はい、ということでね到着です。こちらですね。よいしょよいしょ。はい、到着です。はい、ということでこちらはね天部の里関アジ関サバ館さんですね。関アジや関サバってめちゃめちゃ美味しいと有名なんですけども、一般の僕らがねその辺のスーパーで買えるようなお魚ではなくて、食べようと思ったらね専門の店に行かないといけないんですけども、こちらはその関アジや関サバが食べれて、しかもお酒も飲めて、しかもね泊まることができるっていう、僕の目的地ね 100% 合致した施設です。でアルブパークの方も予約はしてあるんで、中でからチェックインをしたいと思います。ちなみにね、チェックインは15時から17時までの2時間っていう風になっててから、フェリーが着いたのが3時45分だったんですけども、今ね13時55分とかでからね、ちょうどねいい時間に到着しました。はい、よし、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、僕の場所はね3番でした。でこちらで電源ありで1800円で泊まれるということでね、今夜はねこちらを利用させてもらおうと思います。ということでね、僕の城に到着したんでね、これからゆっくりさせてもらおうかと思ったんですけども、こちらの施設にもねお風呂はあるんですけども、お風呂ちょっと高かったんですよね。で調べたら30分ぐらい南下すればスーパー銭湯が1軒あったんで、まずはそちらに行って体を流して、それから帰ってきてこちらでね関アジ関サバのねご飯をいただきたいというふうに思います。はい、ということでね出発です。よし行きましょう。よし、はい、スーパー銭湯フレーヌイさんにね到着です。さっぱりねしていきたいと思います。よし行きましょう。260番利用券ですね。500円だと思ったら550円に上がってましたね。よし、ということでねチケット確認できたんで、お風呂の方にね行ってきたいと思います。よし、上がりました。さっぱりしました。施設自体はちょっと古めの建物で、地元の方にね愛されてるお店っていう感じでした。はい、よし。ちなみにね湯船がたくさんあってからゆっくりね使ってもらえてすごい気持ちよかったです。よいしょ。で車に帰ってきたらね5時半で、ここからね関サバ関アジ館の方にね戻ったら6時には着けるんですけども、せっかく大分県まで来てるのにからスーパーとかをね覗かないのはちょっともったいないんで、この辺にね2軒ありますんで、ちょっとねスーパーの観光をねしに行ってみたいというふうに思います。はい、もちろんねいいものがあったら買うつもりです。はい、ということで、ね、到着です。1軒目はね、同じ敷地内にあるスーパーキッドさんですね。中の方はね撮影できないと思うんで、ちょっとねゆっくり見て回っていきたいと思います。行ってきます。行きましょう。よし、ということでねちょっといろいろ買ってきました。でスーパーキッドさんはね、中はね簡単に言ったらねドン・キホーテみたいな感じのお店でした。見てるだけでねすごい楽しかったです。ちなみに調理家電がすごく安かったです。
はい。ということでね、もう一軒がこのぐるっと回った向こうの方にあるんで、もうね、パッと行きたいと思います。行きましょう。こちらかな、スーパーコンボさんでいいのかな。スーパーコンボさんですね。ホームセンターっぽいお店ですけども、なんかスーパーになってたんだけども、どんな感じなんでしょうか。ちょっとね、行って楽しんでいきたいと思います。はい、行ってきます。はい、ということでちょっとしっかり買ってきました。想像以上にやばいお店でした。めちゃめちゃ広くて、僕の好きなね、調理器具もめちゃめちゃたくさんあってから、もうね、見てるだけで幸せな気分になりました。よいしょ。で、売られてる食材もね、僕の想像を超えていいものばっかりだったんで、今晩ね、関味、関サバを食べるのはね、ちょっとやめといて、今日はね、この買ってきたものでからね、料理の方をしたいと思います。ちなみにね、あちらの関味、関サバのお店は、翌日でも食べれるんで、もう今日はね、上陸初日の夜なんで、しっかりね、ちょっと買ってきたものでからね、料理を作りたいと思います。ということでね、RV パークの方にね、戻りたいと思います。行きましょう。はい、ただいま。よいしょ。ここですね。電気は。で、車の水平ですけども、やっぱしね、左前に一段だけかましましょう。こっち側にね、こう行きます。まあ、よしでしょう。OK。傾きは OK。ケーブルのね、長さが足りるかですね、これは。おー、いけますね、これだったら。よしよし。ちなみにね、今日一日曇りだったんですけども、一目盛りね、回復してます。ということでね、ちょっとまずはね、準備します。はい。ということでね、車の中にちょっとこもりました。帰ってきたらね、7時半回ってました。めちゃめちゃ買い物楽しみましたね。はい。で、結局ね、今日はね、お風呂に入って買い物を楽しんだんですけども、何を買ってきたかって言いますと、1軒目のお店ではこんな感じで、地元のね、フードキン醤油さんが作られてるね、お味噌汁のフリーズドライで、白味噌自体だったんでね、美味しそうだったんで買ってきたのと、あとね、これ全然関係ないんですけども、ニラチヂミなのにからね、なんかもう、水だけでね、ニラとか全部入ってるらしいんですよね、これ。で、こんなね、なんか、本当に、めちゃめちゃ簡単なチヂミ、初めて見たんでね、これちょっと買ってきたのと、あとは、おやつですね。ダイエット中なのでね、2個だけにしました。はい。で、これだけで533円だったんですけども、さっき言った広瀬スーパーコンボさんのお店が本当にやばくて、こんな感じでもうたくさん買ってきたんですけども、大分県のね、こちらの地区では、吉野鶏飯っていうのをね、作られてるそうなんですよね。で、これがね、もうめちゃくちゃ美味しそうで、あとはね、もう大分県産のものをいろいろ探してみたら、昨日ね、食べた鯛しゃぶがめちゃくちゃ美味しくって、鯛しゃぶの代わりになんかしゃぶしゃぶしたいなと思って何か考えてたら、こちらですね。大分県産の天然のブリの刺身があってから、天然ブリなんでね、ブリしゃぶができるんで、こちらをね、ちょっと1個買ってきました。だからね、僕ね、昨日のしゃぶしゃぶで禁断症状が出てから、もうしゃぶがしたいっていう感じでね、やばい状況になったんで、しゃぶができるようにね、いろんな野菜とかも買ってきました。で、あと、しゃぶをするにはポン酢がいるんですけども、これですね。こちらもね、先ほどの奮闘金さんの大分特産ですね。県産ではないけども、のカボスポン酢。この分でね、もう、大分の味だけでからね、しゃぶが決めれる状況になって、さらに、こんなケーキみたいな卵があったんで買ってきたりとかしてから、全部で1753円でした。はい。合わせてね、2286円ぐらい使いました。とりあえずね、本当にいいものが手に入ったんで、今からね、パッと料理の方したいと思います。頑張りましょう。ということでね、まずはね、何やとまで出汁を取りましょう。水 500cc 入れて、蓋をして、全開、オン。で、お次はね、ブリをスライスしていきましょう。よいしょ。うわー、いいブリ。330円です。実はね、ケースに入ったでかい包丁を買ってたんで、この分でね、スライスしていきます。っていうかね、めちゃくちゃ取れます。ちょっと大きく切りましょう。スーッと斜めに。よっしゃ。ちょっとね、不格好かもしれませんけども、たくさん取れました。OK です。で、ここはね、洗い場があるんですけども、とりあえず、今のところはね、除菌シートで拭いておきます。はい。そうこうしたらね、お湯が沸いたんで、蓋を開けて、だし。3分。だし取れました。よいしょよいしょ。ポン酢を準備。今日はね、こちら使います。おー、すごい。美味しそう。ということでね、もう早速いただきたいと思います。いただきます。まずはもうしゃぶしゃぶです。で、これぐらいになったら、
つけて、いただきます。美味しい。最高です。ブリの身がね、すごいしっかりしてるから、歯ごたえがね、ちょっとあるような感じです。でも美味しい。もうね、枚数がすごいたくさんあるんで、フグ刺しのような感じでね、いただきましょう。よいしょ。たまりません。贅沢言ったらね、もう少し脂肪が乗ってる方が、個人的には好きですけども、でもね、味が濃くてね、美味しいです。ということで、お酒タイムです。今夜はね、まずは、ビールからいきましょう。いただきます。うまい美味しいです。すごいな。2日連続でしゃぶしゃぶです。決まりすぎてやばいぐらいです。皆さんもね、しゃぶには十分注意してください。本当に、だしとかっていうね、やばいやつを使ったら本当に相当美味しくなります。大分県産のしゃぶは格別ですね。禁断症状が出ます。ということでね、野菜も食べないと、大きくなれないんでね、野菜入れましょう。とりあえずニラの部分は置いておいて、もやしの部分入れます。ドーンと。で、あと豆苗は、こんぐらい切ります。あっち。すいません。お鍋に手が当たりました。めんどくさずにね、包丁と混ぜてやればね、こんなことになりませんでした。楽をしようとするとね、必ずどっかに幸せが来ます。身をもって証明してみました。ということでね、ちょっとこの分で一旦少し煮込むために置いておいて、よしの鶏飯もね、いただきましょう。これめちゃくちゃ美味しそうなんですよ、本当に。ご飯ツヤツヤでから。で、お店の人が言ってたんですけども、これは本物だって言ってました。どうやらね、偽物もあるみたいです。ということで、いただきましょう。果たしてお味は？うんまっ。めちゃくちゃ美味しいです。何て言うんだろう。鶏五目おにぎりみたいな感じなんですけども、薄めのお出汁にね、油分も乗ってるからね、美味しいです。大当たり引きました、これは。あとね、このケーキのような厚焼き卵。これがね、気になってるんで、これもね、いただきましょう。果たしてお味は？いただきます。特に味付けなし。厚焼き卵って感じですね。ごめんなさい。僕はね、想像した甘いとか辛いとかの味じゃなくて、薄味でした。だからね、素材のうまさが生きてる味ですね。はい。でも僕はね、こんなこともあろうかと、ケチャップのミニパックをね、持ってきたんで、これをかけていただきましょう。で、やばい。で、この鍋のね、弱点なんですけども、こんな感じで、結構吹きこぼれるんでね、超音波電で僕が使ってた鍋の方が、返しがついて吹きこぼれないようになってたんで、この電気鍋の最大の弱点は、この吹きこぼれやすそうなところですね。はい。いただきます。合うっちゃ合うんですけども、マヨネーズとか醤油でもいけるかもしれませんね。だからね、いろんなソースに合わせることができる味ですね。はい。よし、そうこうしたらね、野菜もね、煮えました。野菜も美味しいです。さすがですね。ということで、あとはね、しゃぶしゃぶしながら、ゆっくり動画でも見ながらね、ご飯をちょっといただきたいと思います。はい。ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。で、寝る前に今日使った金額をおさらいしておきますと、今日はね、こんな感じで使ってて、13,329 円使用してました。フェリー代が一番高かったですね。で、3日間合計だと、ちょうど18,000円ぐらいで、残金がね、82,000円と、九州上陸1日目で残金が82,000円。という風なね、格好になってます。はい。で、僕は日中にも言ってたかな。この九州に入るけども、どういう風に回ろうかっていう風なのをね、頭を悩ませたんですけども、今回は九州のね、北半分の方をね、ちょっと回ろうという風に思います。で、回る順番も考えたんですけども、とりあえず、九州に来たらね、一度は行ってみたいという風に思ってた場所が、別府温泉ですんで、明日はね、別府温泉の方にね、行ってみたいという風に思います。よし。ということでね、寝る前にお手洗いの方行ってきましょう。ここですね。続いていきます。大好きなね、歯磨きもしましょう。よし。ただいま。よし。じゃあね、おやすみなさい。明日も楽しみます。よいしょ。はい、ここ曲がったら